こんにちは、特急便です。2023年10月26日午前10時46分です。これから始めます。ポン。今、オンラインしまして、オープニング撮影途中ですけども、なったらすぐ行っちゃいますよ。でもならないでしょう、今日もね。昨日も1件だったんで、ね、おととい0、その前1、その前3で、低迷がね、続いてますんで、皆さんからコメントをいただいてます。面白いなと思ったのは、僕が言っている、リクエストですね、オンラインタイムに対する運転時間の比率、教えてくださる方もいるんですけども、だいたい60%から65%なんですよね。で、うまくいってない人は多分教えてくれないだろうから、それいい人だと思うんですけども、換算期であっても、そのくらいあるんですね、皆さんね。で、僕の、計算で、繁忙期で平日で70%、土日で84%ぐらいかなと予想しています。で、関西圏でもそのくらいあるってことは、上位の人は減らされずに仕事があるんですね。で、繁忙期になると、上の人ができない仕事を下に来る。下の人ができない、仕事がまたその下に来る。で、その下でもできない仕事がまた最下層に来る。で、私たちに来るんですけどもね。それで潤うわけですけども、関西期の場合は、そういう人たちもいるってことは、上の人は、仕事は大丈夫。全然減らない。で、下の人はちょっと減るけど、そんなに減らない。で、一番最後の私たちの方来ると、スピード遅い人ですね。全然来ない。という状況のようです。で、普通に考えれば、じゃあ、僕もその、カースト制度の一番上の方に行きたいな、狙うじゃないですか。僕は、あんまり一生懸命狙わない方がいい派です。バイクすごくいいの買ってね、早くした方がいいとか、あと、自転車でもね、ロードバイクとか、すごいの買って早くした方がいいとか、それから細かいところ、ピックアップとかに、時間かけずに、で、お店の人を焦らせてね、はって取って、パッてカバンに入れて、で、ろくに確認もせずに、シュッとスワイプして、周りも見ずに、シュッと行って、そういう風にするのがいいっていう人もいるじゃないですか。でもね、焦るとね、事故多いですから、僕はやめた方がいいと思うな。昨日も泉多摩川で配達員同士の追突事故あったんですか。で、あんなところで、ね、事故すると思えないですもんね。あんなところってのも普通の人はわかんないか。小田急線の泉多摩川っていう、多摩川に一番近い駅と、その隣の狛江ってちょっと大きな駅があるんですけども、その間に道が斜めに通ってるんですよ。北東から南東に道が通ってて、そのガード下も結構ね、見通しいいんですよ。ちょっとカーブして、で、通り抜けたらちょっと左カーブなんですけど、かなり見通し良くて、道幅も広いんですよ。で、信号が一つあって、押しボタン式だったっけ、あそこ。で、渡れるようになってます。で、そこに、バイクさんが誰か止まって、その後ろから追突しちゃったんだと思うんですけどもね、昨日の情報だと、うーん、で、航空機事故のね、番組で、カナダの、なんだったっけな、メイデイ、アビエーションディザスターじゃないや、メイデイ、トラフィック、なんとかインベスティゲーションってあるじゃないですか。僕は英語下手だから日本語版しか見ませんけど、それで出てくるやつで、運転手って言わないな、機長と操縦士、二人がどっちとも焦ってると、事故の率が通常の11倍になるんですって。で、そういうのも地上でもありますよね。僕たちでもね。焦ってる人はもう、ツイッターとかね、見ててもわかる。この人は件数しか考えてないな。結局はお金のことしか考えてないなって人は、なんか、危機としてるじゃないですか。いつもなんか、生き生きしてて。で、本当お金のことしか考えてないの。で、この子もうすぐ事故するなと思うと、大体事故しますよね。うん。そういうのがあると思う。で、さっきの追突事故の話に戻ると、もし後ろから来たとしても、あの、前の人もね、音でわかるはずなんですよ。なんとなく避けるとかね。できたはずなんだけど、できないってことは、やっぱり、前の人もその、スマホの、地図に夢中になってたなんかでね、避けなかったと思うんですよね。で、後ろから来たんじゃわかんないじゃんって思うじゃないですか。あと、交差点の事故で左右から突然出てきたらわかんないと思うじゃないですか。それはね、コツがちょっとあって、前にはツイッターに他の人から聞かれたんですよ。どうしたら事故に遭わないか。そういう
正面衝突とか横から出た事故に遭わないか。それはね、他の子さんの、配達員さんもおっしゃってたけど、音ですね。音。みんな目だけで、前見て確認しようとするでしょ。で、昔、中学校だか、小学校でやらないと思う。中学校だか、高校の物理とかで、ドップラー効果ってあるじゃないですか。救急車が、隣から来て、って通り過ぎると、って言って、ちょっと音が落ちるでしょ。音が落ちるでしょ。で、遠くから近づいてくると、車の音でもそういうのあるんですよ。横からでもそうですよ。そういうのあるんです。で、その音で、今、バイクが見えない位置から近づいてきてるとか、後ろから近づいてきてるとか、なんとなくわかるんですよ。ただ、スマホの画面見てね、そこにもう五感をね、集中させちゃうと、他のね、情報が入ってこないの。だからなんも対応しなくなっちゃうっていうのがあります。だからそういう意味もあって、昔僕地図を覚えてから出発した方がいいですよって皆さんに言ったじゃないですか。まあ、やってくださる方もいるし、いや、そんなこといらないって言って、ナビゲーション見ていくっていう人もいると思うんだけど、覚えていくっていう意味では、ハンドル持ってね、まっすぐ見た方がいいですよ、安全にいいですよっていうのと、五感でね、聞こえるのも含めて、感じながら行った方が安全ですよっていう意味もあります。で、さっきのカースト制度みたいな、競輪の S 級一般みたいな人がね、仕事みんな持ってっちゃうから、そこに入りたいと思うんだけど、無理して入らない方がいいですよっていうのが、私の、言い分です。で、閑散期はこのまま干されちゃいます。干されちゃってもいいです。こんな閑散期一生懸命稼いでも大したことないですから、干されちゃっていいです。で、そのうち、我慢できない人がやめてって、いつもの人だけになりますから。で、いつもの人だけでまた盛り上がって、だんだん売り上げ上げていくようになります。少しの辛抱です。我慢しましょう。じゃあ出発、ボン。いつもの公園待機です。知らないおばあちゃんが話しかけてきて、アイスクリームくれるって言うんだけど、食べ始めてね、なったらすぐ行かなきゃいけないからね。おばあちゃん、アイスクリームは家で食べなよっつって断りました。で、この間もね、幼稚園の運転手さんがみかんくれたりとかね、なんか、座ってるといろいろ物をもらいます。でも昨日、一件になっちゃったのは、ちょっと中途半端だなと、ちょっと反省してます。取っちゃったけどね、取れなくてもよかったななんでね。ウーバーパートナーとしては、売り上げどんどん上げた方がいいんだけど、YouTube 番組としてはね、とても素晴らしい人か、どっちにしてもダメな人か、どっちかにしたいんですよね。素晴らしい人を見て研究したいっていうニーズと、あと、ダメな人を見て自分を安心させたいっていうニーズがありますからね。今だとダメの方が、近いからね。なんか声をかけられやすい顔みたいで、さっきも一人、道案内をしました。よく行くマンションなんでね、ちょっと遠いけど、調べて教えてあげたら感謝されました。街の平和を守っています。ならない公園待機です。ずっと公園に座ってないで、なんか、スマホかパソコンで仕事しないんですかとかね、言われますけどね。家に帰ればあるんですよね。で、今朝もやったんだけどね。で、1分40円の仕事ってやつでね。で、だいたい3分120円とか、10分400円か。そのぐらいになるんですけど、その仕事が、時間かかるのと時間かかんないの、激しくてね、差が激しいんですよ。で、最近流行ってる生成 AI の仕事はとても簡単でね、その時間の半分ぐらいで終わったりするから、400円も5分で終わったりしてね、これいいなーなんてやってるんだけど、で、一昨日は3時間か4時間ぐらいできてありがたかったんだけど、それが続かないんですよね。で、終わっちゃうと、普通の時間かかる仕事になっちゃってね。で、逆に3分4分の仕事が30分かかってね。で、30分をかけて120円ぐらいしか儲かんないんですよ。だから、その生成 AI の仕事が来ないときはね、もう、仕事どんどん来るんだけど、終わりにしちゃって、外で遊んでます。
今日もガストさんでお腹いっぱい食べました。だいぶなってないんで、たまには真ん中行こうかな。小倉城に行きます。いや、糸渦が染みて小倉城は染めてませんので、ならない公園でいいや。さっきのところに戻ります。ならない公園です。さっきガストでまた別のバイクの配達員さんとお話しながら食べたんですけど、バイクさんはまあそこそこ鳴ってますね。で、僕の方まで仕事が降りてきてないだけで、まあ、そのうちまた鳴るでしょう。いつもの公園待機です。また今日も一周してきて、で結局、この公園に来ました。日曜日と火曜日、昨日か、八幡東区で2件鳴らしただけで、小倉北区では4日間鳴っていません。どのくらい鳴らないのか見てみたいと思います。これ YouTube 始める前は僕暇だから帰ろうって帰っちゃったんだけど、一応記録に残してますので9時までは待機してみます。動画見たり英語学習アプリとかもみんな飽きちゃったんで、ちょっと体なまってしょうがないもんですが、サイクリングしていきます。はい、小倉城です。もう足伸ばしてゆっくりしてます。またジョージアザ・ラテです。一応ここ辺の鳴りポイントなんですけど、この時間帯だったらここに来る前に鳴ってますので、あまり期待してません。大手町待機です。やっぱりさっきのとこも鳴らなかったんで、大手町に移りました。ここに来るとね、暇な日は歌いたくなっちゃうんですけどね。どうしようかな、今日はやめときます。あれやるとね、もうすんごいね、バットの嵐でね、バット、何お前下手な歌歌ってるんだーなっちゃいますからね。再度、下糸渦公園です。で、今、ここの公園を出て5キロぐらい、ぐるーっと往復しないように一周してきました。で、途中公園で休みながらね。でも全然なりません。待機する場所を変えても、なりポイントとかね、言われてるようなところ、少しずつ変えてもならない。徘徊してもならない。スピードを速くしたり遅くしたりしても全然ならない。もう一回ならないパターン入っちゃうと、全然ならないですね。まあ、さっき出る前、予想していたことですけども、やっぱりなりませんでした。で、僕の理論の中で、足跡理論ってあって、足跡がある程度ついてないとならないはずだっていう理論なんですけども、その足跡理論自体を否定される方もおられるんですが、もしそれがあったとして、スピードと足跡とどっち優先するんだろうって僕今まで分かんなかったんですよ。こうなると、スピードの方が第一優先ですね。足跡がないと複数配達員がいた場合、足跡があった方が優先するんだけど、スピードがないとダメですね。で、僕、何度も、なんでバイクでやらないんですか、バイクでやった方がいいですよって言われてまして、まあ、それは正論ですね。こういう風になってしまいますから、年間をある程度一定のペースで仕事をしたい方は、バイクにしないとダメですね。多分北九州だけじゃなくて、他の地区でも同じだと思いますけど、地方で自転車でウーバーはしばらく厳しいですね。この後、何年か後どうなるかわかんないですけど、しばらくは、これからね、ウーバーやってみようかなって方もおられるかもしれないじゃないですか。自転車で地方では、まず無理ですね。と、人にアドバイスしながら、私は今後も自転車でママチャリでやります。このパターンが好きなんでね。すみません。夜9時でオフラインしました。案の定、全くなりませんでした。月火水木とここ4日間37時間オンラインしまして、なったのは八幡東区の2件だけで、今いる小倉北区は僕は4日間鳴らせていません。いい時の動画ばっかり上げても情報に信頼性がないですから、悪い時はどこまで悪いのか、もうちょっと突き詰めてやっていきたいと思います。明日もやります。
で、今日お二人の視聴者の方にお会いして、長めにお話しすることができました。いろいろ情報をいただきましてありがとうございます。ではまた明日。ブー。